この井上の言い方を用いれば、民衆主義は民衆という国民が通じ的に扱われています。西岡歯科の日本近代史は、領主支配からの解放から、資本の支配のもとに民衆が置かれるとともに、彼らが資本主義に疑念を有することを指摘し、また戦争の中の方向と栄誉を大枠として提示した上で、そこに民衆の経験を書き込みます。日本近代史に登場する固有名詞、個性として描き出される民衆は、政治家や家族も含みつつ、巻末の人名作品で見るとき680名を超えています。シリーズ日本近現代史の巻末作品で登場する人名は、巻によってばらつきがありますが100名ほどですから、いかに多くの人物、民衆が日本近代史に登場しているかが伺われます。人々の具体的な行動と栄意が通史として提供されているのです。戦後歴史学と民衆史研究のツートは国民化でした。そこでは国家と資本主義による国民形成を描いてみせました。国家が認定する行為と国家的な価値に対する批判を行い、国家の歴史に対し国民に立脚したありうべき歴史像を探っていったのです。しかし1990年頃から国家と国民の相関関係に目を向け、国民を軸とする歴史像への批判が出されてきました。国民化を通とする歴史認識と叙述が疑われてきたのです。これは国民国家に対する批判であり、歴史学と国民国家との関係を問うことともなりました。ナショナルヒストリー批判です。井上勝夫幕末維新第1巻が目指したのは、幕末維新期の歴史像が上位で湧き立ち、その中心に天皇がいるという物語への批判でした。その物語は近代日本が作り出した新しい天皇制近代国家の国家創生神話に他ならなかったとするのです。井上は明治国家という言い方で考察されてきた日本の国家形成の特殊性ではなく、国民国家としての普遍性に目を向け、さらにその国民国家化を批判的に考察しようとするのです。こうした文明化イコール国民化批判の観点は、19世紀日本を対象とする歴史像では定着しつつあると言えるでしょう。新たな通を求めて、このことを別の言い方ですれば、21世紀の現在は国民化に代わる通が設定されることになります。このシリーズ日本近現代史では、通として軍隊、家族、植民地という異なった次元の通を設定しました。このことは加藤陽子、満州事変から日中戦争へ第5巻が後書きで明らかにしている通りです。加藤はシリーズの新刊案内を参照しながら、ポイントは家族、軍隊、植民地の3つであることを明らかにしました。このようにこれら3者を主語としてこの時代を描くことが、シリーズ日本近現代史の狙いということとなりました。シリーズ日本近現代史で家族、軍隊、植民地を通としたのは、今この3者がそれぞれに問題となり、解決が求められているということが出発点になります。軍隊、家族、植民地は近代が作り出したものであるとともに、それぞれ現代の社会を深部で規定しています。またこれらを通して19世紀後半から20世紀を経て今に至る歴史を見たときに、日本の歴史性と今の課題が明らかになると考えたのでした。無論これまでの歴史学は軍隊、家族、植民地を扱っていないというのではありません。そうではなく、これまで国民化の観点から考察されてきた軍隊、家族、植民地をそこから解き放しつつ、通の拠点とすることを図りました。改めてこの3者を考えると、軍隊、家族、植民地はバラバラではなく、帝国と植民地とに関わり、三位一体となって新たな課題を突きつけていることにも思いが至ります。この3者を通とするのは、帝国としての日本を明らかにしようという問題意識であると同時に、グローバリゼーションの中での日本を考えるということになります。こうした観点から帝国形成期を扱った原田圭一、日清日露戦争第3巻は、1945年の敗戦といういわば外圧によって台湾や朝鮮を手放すことになった近代日本は、安易に植民地問題を解決したのだという歴史的経緯を繰り返し思い出さなければならないと言います。また、成田隆一、大正デモクラシー第4巻もまた、本書の試みは帝国の下での社会のありようを描き出すことであり、20世紀初頭のデモクラシーの歴史的な性格を帝国主義、ナショナリズム、植民地主義、モダニズムとの関連で考察することとなるとしました。帝国という認識が過去と今を通底させるとともに歴史と現在と横貫しています。今を問いかけること、そのことを歴史的な射程で考えることを目的としたシリーズ日本近現代史の試みは、別の角度から見ると戦後という磁場を問いかけることに他なりません。シリーズ日本近現代史は戦後を改めて今の視点から問い直し、再構成する試みともなっています。雨宮正一占領と改革第7巻は、これまでの研究では占領と改革に肯定的であれ否定的であれ、
非占領国の仮想の人々までが支持する成功した占領として語られていることに対し、占領と改革の時代についてそのような語り方で本当に良いのかと問いかけました。さらに武田晴仁、高度成長第8巻も同様に、高度経済成長という観念が時代の産物に過ぎないという主張が本書の底流にあると言います。武田はこの立場から経済成長の神話が日本の人々の中に深く浸透していった時代を再構成して通史として語りました。言ってみれば戦後歴史学は日本近現代の歴史像を提供しながら戦後史の中の今を批判的に追求しましたが、現代歴史学は戦後史の変わり目の中で今を追求しているということになります。この時戦後歴史学や民衆史研究が歴史認識を前面に出していたのに対し、現代歴史学では合わせて歴史を書くことの意味に関心を寄せ、歴史の叙述、歴史の語り方に敏感です。人々を歴史の主体とし、人々の歴史の局面への参加に着目するとともに、そのことが書き留められることに意味を問うのです。戦後歴史学や民衆史研究が人々を国民や民衆としていたときに、国民や民衆の意味を問い、通史の意味を問う姿勢を見せています。戦国歴史学により大きな流れが描かれ、民衆史研究によりそれぞれ何々にとっての歴史が記された後、再び我々の歴史をどのように考察していくのか、個々の出来事を整理する仕方から歴史の主体の設定に至るまで、認識対象方法叙述のすべてに再考が流されています。加えて戦後歴史学と民衆史研究という2つの流派は、積み重ねた問いによって歴史に向き合うことになりますが、現代歴史学では問いを問うという姿勢をも有しています。こうした状況認識により新たな意欲と構想のもとに通信の書き換えを試みたシリーズ日本近現代史の各巻を手に取っていただければこれほど嬉しいことはありません。